Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Maybe I don't really know myself. Let me rest in your arms until the morning comes and fades away our fears. I want to grow up with you. Cliche to say, but it's true. Tell me you see me just as I see you. If I show up, will you show me love? If I make you laugh, will you give me some time? 'Cause I know that a girl like you could be falling in love with just about anyone. All I want is just to know you. It's just to hang around, walk on the same ground. You remind me of the days gone by, of a real good love, turn it up just in time. And
make you laugh. Yeah, give me some time.こんにちは、ゆかりです。というわけでですね、久しぶりのユニクロシー購入してまいりまして、なんとジャケットを購入すると、しかも2色買いということでですね、こちらのジャケットですね、購入してまいりました。この薄いグレーはまあ真夏用かなと。結構私去年の夏は黒い服着るとどうしてもこう太陽吸収して体感温度上がるということで、去年は白い T シャツめちゃめちゃ着てたので、そういう白い T シャツに合わせようと思っての薄いグレーと安定のブラックを購入してまいりまして、なんとね、2色買いやめようかなと思いつつ、ちょっと使用用途を分けようかな、分けるっていうよりもちょっとシーンを分けようかなっていう感じで、
2色買いしてまいりました。いや、なんか今回のこのジャケットは形がちょっとルーズなので、私の今の気分に合うというか、あんまりこうジャケットかっちりしたもの着たくないので、もはやので、やっぱりこれくらいゆとりのある感じ、セレクトショップとかドメブラだったらね、結構緩めのもの多いと思うんですけど、ユニクロってあんまりそういうこう緩いものって出るようで出ないというかっていう感じもあったので、いや、今回これは結構いいのではということで購入してきました。ただね、これ思ったより生地がめちゃめちゃ薄くて、昔の感動ジャケットと生地また変わってますよね。めちゃめちゃ薄いんで、なんか昔のユニクロの定番のジャケットを今も私使ってるぐらいめちゃめちゃ使ってて、なので今回ジャケット買おうかなと思ったんですけど、昔のジャケットはそんなにね、ちょっとシャリ感があって、強度もそんなに問題ないし、そんなにシワできなさそうな生地なんですけど、今回のこのジャケットの生地に関しては、特にグレーなんかはこれ多分バッグに詰め込んだらシワできちゃいそうですよね。だいぶ店頭で売っているものももう結構ね、シワついてるものもあったんですよね。見に行った時にとか、あと私帰ってきてびっくりしたんですけど、ちょっと亀裂があったり、もうなんか突っ張りありましたね。ショック。気づかなかった、買う時に。もうめんどくさいからいいかなって思うんですけど、糸引きがありまして、早くもこれなので生地の強度あんまり良くない気がしますね、多分ね。ので、なんかグレーは結構シワつくんじゃないかな、着てるうちにっていうのと、あとは洗濯した時にどうなるかですよね。今までの私ユニクロのジャケット全部洗濯機に掘り込んでまして、なんかユニクロで手洗い可になってるやつはもう洗濯機に掘り込んでもいいって私は思ってるので、これは自己判断なので、皆さんあんまり真似しないようにっていうことですけど、でも私結構洗濯機に掘り込んで今まで何にも問題なかったし、なんなら全然シワできないから感動してたんですけど、この感動ジャケットちょっとどうなんでしょうね。なんかシワできそうな気もしなくもないんですけど、どうでしょうということで、ちょっと悩みはしたんですが、シルエットが良さそう。しかも丈が長いのでね、これなのでちょっと丈長いので、今回買うサイズめちゃめちゃ悩みましたね。もう S か M か L かで全部試着して、で L も逆に大きくてありだなって思ったんですけど、着丈のバランス、私ロングスカートメインで生活してるので、着丈のバランスを考えるとやっぱり S ぐらいかなっていうのと、 S の方が痩せて見えたなというのがあって、なのでジャケットって基本的に結構長め、何年かは使ったりするので、長めを見越して、今回は S サイズにしとくかということで S サイズを購入しましたが、 S サイズでも全然ゆったりはしてるので、手首とかねしてるので、全然リラックスフィットという名のごとくリラックスできそうな感じのね、サイズ感ではあるんですよね。しかもちょい手が長いという感じなのですが、お洗濯でどうなるかですね。問題はそこなんですよね。ユニクロに求めてるのはやっぱりイージーケアと着心地なので、そこでこれどうなってくるかですよね。どうなんだろう。ポリエステル100ですけどね。ポリエステル逆に100だとシワめっちゃできるやつとあんまりできないやつと結構分かれる気はしてるので、どうでしょう。黒は多分大丈夫だと思うんですけど、問題はグレーですね。グレーのシワがどうなるか、着用してる時に私は多分シワできるんじゃないかと思ってるんですけど、この生地感ね、いやどうでしょう。だってちょっともうよれてますもんね。持って帰ってきた時にちょっと畳んだ感じですけど、のでどうだろうと思いつつ、今回のユニクロシ結構悩みましたけどね。なんかナイロンのグレーのワンピース可愛いなって思ったんですけど、店舗で見たら結構ナイロン感強かったので、これ夏に着たら逆に暑いのではみたいな感じで思っちゃって買うのをやめたやつとか、割と他のやつも今回どうしようかなと思ったんですけど、一番本当に使うジャケットだけを購入してまいりました。もうね、ちょっとクローゼットを増やしたくない
うかつにというところもあり、厳選したけど2着っていう感じですね。まあでもちょっとね、ジャケットはちょっと入れ替えたいなっていう気持ちもあったので、特にユニクロのガシガシ使う系、前まで使ってたこの形ね、これマルニコラボでもこのジャケットだったので、これマルニコラボでも多分同じ生地だった気がするんですけど、ちょっとね厚め、分厚くはないんですけど、まあ、ちょっと分厚め、夏に着るにはかなーっていうところもあり、でもねこの生地も好きなんですけどね、ただちょっとシルエットがオーソドックスすぎて若干飽きてきたなというところもあり、そんなところにこの超リラックスの、まあ、ある意味若干メンズらいことも言うかもしれないですが、このジャケットが出てきたのでちょっと入れ替えようかなという感じでございます。ただこれ断捨離せずに保管しとこうとは思ってるんですけどね。という感じでですね、私は安定のこのブラックとグレーを購入いたしましたが、皆さん今回何か買われましたでしょうか？いや、私最近ね、本当にもう春の訪れと言わんばかりに春服結構買ってまして、今下に着てるやつ、これもユニクロ C 買う時にユニクロで買ってきた T シャツなんですけど、これはちょっとまた別でまたどこかでご紹介しようかと思うんですけど、この T シャツもなんか今年ゴールデンウィークぐらいまではめっちゃ着そうだなと思って買ったりしたんですけど、とか、あとちょっとね、大物をたくさん購入しておりまして、それもまた次回ぐらいの動画でなんか動画にしようかなと思ってるんですけども、まあでもなんかその気温の入れ替わりよりも自分の物欲ぐらいで季節の入れ替わりを感じるというこの異常事態じゃないな。でもしょうがないですよね。お洋服好きだとね、もう買わないようにしようと思ってるんですけど、やっぱり欲しくなるタイミングが出てくるっていうのは、多分私今年の冬にあんまりお洋服買わなかったから、その反動がめちゃめちゃ来ているっていうのと、多分私秋冬はあんまり買わなくて、ウール系のお洋服が増えるのであんまり買わないんですけど、なのでその分春夏本領発揮というか春夏に買ってないと秋冬で着るものないみたいな、なんか変な現象起こったり最近はしてるので、もうねちょっとウールとかあんまり着なくなったからね、なんかそれの反動で春夏系は結構買ってしまうというのが、なんかここ数年の私個人的なトレンドだなっていう感じなんですけど、ちょっとねいろいろお迎えしてるので、またどこか動画でお届けしたいなと思います。まあそんな感じでね、前回もねなんかお話ししたりしましたけども、春の訪れとともにこういうちょっと大きめ長めのヴィンテージイヤリングピアスが身につけたくなってしまうので、この前も福袋のねヴィンテージイヤリングピアス福袋っていうのをご紹介したりしましたけども、まあそんな感じでね、ちょっと春はまた冬、今年の秋冬かなりシンプルモードでしたけど、それとはまたちょっと違った感じで生活したくなりつつもあるので、またどこかでねちょっと動画にしていきたいなと思っております。そんなこんなでこちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。